皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は日本の政治、自民党総裁選についてです。9月26日で自民党の党員票の受付終了です。それに伴って明日27日、国会議員による投票と合わせて総裁選の第一次投票が行われます。第一次とわざわざつけたのが、これは今回候補者が9人も出ていることにより、まず議員票については、それぞれの候補者に推薦人20人がくっついていますから、かなり幅広く分散し、それに伴って第1回投票では過半数を取る候補者は現れないだろうと見られているからです。実際その通りでしょう。今回の候補者の中で私が誰を推しているかについては、すでに別の動画で高市さんについてのお話をしました。皆さんにとって今回の自民党総裁選、一応論戦があったわけですが、その論戦の中で評価の上げ下げといったものも当然あったでしょう。しかし、それぞれの候補者の主張とはまた別の話として、私が影響を与えている出来事はあると思っています。それが安全保障問題です。自民党総裁選の論点として、どのポイントについて話し合ってほしいですかという世論調査が行われました。これは自民党総裁選の始まった頃に行われた世論調査なのですが、そこにおいては、まずは経済政策について話し合ってほしい。特に物価高の中における給料が上がらないといった問題は非常に多くの人たちの生活苦に直結する問題ですから、ここにしっかりと政策の論議の時間を割いてほしいといった要望です。他に福祉政策や少子化対策、政治資金についての透明化問題など、人々の生活やもしくは政治不信に対する改善を求める声などが並んでいました。安全保障問題や憲法改正といった問題はそれに比べると非常に関心を集めていない分類の話でした。しかし、ここ最近の話題として中国の飛行機もしくは軍艦等による領空領海接続水域など様々な場面において中国側の侵入が発生しました。また北方においてはロシアの哨戒機が領空侵犯を繰り返すといった問題から緊急発進した F-15 戦闘機がフレアを発射して警告を与えるといった出来事なども発生しています。こうした日本国内の事情とはまた別に海外からの動きを受けて、私は安全保障問題についてはよりクローズアップされたと思っています。例えば、台湾有事について突っ込んだ議論が行われた時には、邦人救出をどうするか、そうした話題になった時に、林候補者がもしも現状の法律において対応できない部分があるのであれば、その邦人救出を第一として物事を動かし、その乗り越えてしまった部分についての責任は取るといった話などをしていました。また、こうした安全保障問題については、詳しいかのように見られがちな石橋なわけですが、回答は非常に検討しなければならない問題があるといった話などをして、非常に評論家ぶった回答が目立っていたように私には思います。得意だったと言われる分野において、私はこうしますといった話を具体的にせずに、こういった問題があるから検討しなければ前向きに物事を考えなければ、なんでこういうことができないんだといったような非常に他人事な発言を繰り返しているというのは、私には低評価な発言が相次いでいたように思います。ただし、これはあくまでも私の評価で、党員における評価とはまた別のものです。報道各局による世論調査、一般だけではなく党員に対しても行われており、その中においても石橋はかなり底堅く支持を集めており、決選投票に残ると見られています。基本的には地方回りを繰り返し行う中において、自民党政権内における自民党議員にもかかわらず、反政権票をしっかりと集めたことが支持票を集めている理由だと言われています。それだけに評論家ぶった言い方というのも支持される理由なのかもしれません。具体的な政策を述べれば述べるほど必ずのように賛否が分かれるわけなので、いっそのこと具体的な政策を言わないというのも一つの選挙戦略だったのかもしれません。しかし、安全保障問題がクローズアップされればされるほど、より具体的な政策で話を展開することができる議員として高市氏の主張は際立っていたように私には思います。そしてこれは忘れてはならないことなのですが、岸田総理の少なくとも安全保障分野における改善の取り組みは安倍首相よりも良かったものだということは評価しておかなければなりません。安倍首相は非常に多くの問題提起を行い、実際に改善の取り組みを行いたいという意向は何度となく
力強く発信されていました。しかし、野党側の激しい抵抗にあって、常にその活動は不十分なものにとどまらざるを得ませんでした。もちろん改善はされていたわけですが、少なくともこれで十分だったかといえばそういったわけでもありません。むしろ岸田首相の場合の方が安全保障問題にそれほど熱心に取り組む気配を見せない中において、実際の行動としては非常に前向きな活動を続けてきました。例えば、高市氏を起用しての安全保障関連の問題で、セキュリティクリアランス制度の創設に向けて大きな前進を見せましたし、その他関連法案や閣議決定などにおいても、徐々に周りを固めるような行動を続けてきました。自衛隊の防衛予算増額もそうですし、防衛兵器の輸出についても少しずつ改善が見られています。また、今日届いたニュースにおいても、岸田首相は一つ中国に対する牽制を行いました。海自護衛艦さざ波が台湾海峡を初通過。岸田首相が派遣指示、軍事的威圧強める中国を牽制。海上自衛隊の護衛艦さざ波が25日、自衛隊発足以来、初めて台湾海峡を通過したことが分かった。中国は8月の情報収集機による日本領空侵犯などで軍事的な威圧を強めており、それらの対抗措置として中国を牽制する狙いがある。岸田首相が政府内で検討を進めた結果、護衛艦の派遣を指示した。さざ波は25日午前、東シナ海側から台湾海峡の通過を開始し、十数時間をかけて南方向に向けて航行して、同日夜に通行を完了した。これに合わせ、オーストラリアやニュージーランドの海軍艦艇も台湾海峡を通過した。台湾海峡は最も狭い部分でも幅が約 130km ある。国家の主権が及ぶと国際的に認められている水域は沿岸の汽船から約 22km の領海で、アメリカなどは台湾海峡についてどの国の領海にも属さない国際水域だとの立場をとっている。中国は台湾海峡を国際水域と呼ぶことに反対しており、日本の歴代政権はこれまで中国側の反発を考慮し、海自艦艇による台湾海峡の通過を控えてきた。海上自衛隊の護衛艦が台湾海峡の通過に初めて踏み切ったのは、日本の主権を脅かす中国軍の活動に対し、毅然とした態度を示すためだ。中国の習近平国家主席は、2027年までに台湾侵攻の準備を整えるように命じているとされ、中国軍の最近の活発な動きは、その一環と見る向きもある。今後は中国側の反発が予想され、対抗措置に出てくることも想定される。27日投開票の自民党総裁選で選ばれた新総裁は、早速、対中政策のあり方を問われることになる。戦争や軍事衝突といったものには、何も自分が望んだから起こるものではなく、自分が何もしなかったからこそ起こることもあります。ましてや、相手がやろうと思えば、自分がどう思うと関係なく相手が行動を起こすこともあります。そして、多くの人たちが薄々と感じるほどに中国の動きは活発になっています。それは数字上において、軍拡を中国がずっと続けてきたんですよ。それに伴って中国は質量ともに増大し続けており、脅威が高まっているという、こうした話だけではなく実際の行動としても日本に対する圧力は高まっているわけです。そして、どんなに自分の国が戦争はしたくないと思っても、相手が仕掛けてくるというのを前提にしなければならないときには、どうしても対応できる人物というものは限られてくることとなります。平和な時であれば腕を振るうような人物であっても、戦時体制下にあっては、その政治的な思考がそぐわない人も当然出てくることでしょう。一度戦争が始まってしまえば、国内政策よりもいかに国を守るかといったことが重視されるものです。今はそのようなことを十分考え準備してきた人物に自民党の総裁、そして総理大臣になってほしいものです。とはいえこれはあくまでも私の希望で、今自民党の中においては明日の投開票本番に向けて議員票の取り合い、奪い合い、剥がし合いといったものが様々行われているそうです。そのためにより幅広く議員票に影響を与えるような人物、麻生さんであるとか、元派閥の領袖や幹部といった人たちに対する働きかけなども各方向者が行っているそうです。どうしても権力争いにはなってしまうわけですが、それでも少しでも日本のためになる人物を選出してほしいものです。というわけで自民党総裁選本番の投票日前日の現状での私の感想です。皆さんそれぞれあの人がどうだった、この人がどうだったといった思い
を抱えていることでしょう。ぜひとも皆さんの感想コメントなども書き込んでいってください。ちなみに高石さんが言っていたのですが、他の候補者に対する誹謗中傷などはお控えください。インターネット上では政策とはまた別の話として容姿に対する誹謗中傷やもしくは学歴差別などを露骨に表すなど人もいるわけですが、そのようなことを話の主題にすべきではないと私は思っています。というわけで次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。